ゆっくり海外鉄チャンネルへようこそ。このチャンネルではアジアを中心に世界の鉄道を紹介しているよ。我々が今いるのは韓国のソウルだ。今回は韓国の2階建て車両に乗車するぜ。日本では2階建て車両がたくさん走っているけど、他のアジアの国では結構珍しいんだよね。中国では2階建て列車はどれも老朽化していて消滅寸前だったけど、韓国ではどうなのかな？韓国でも2階建て列車はかなり珍しく、1形式しかない。それが、ソウルとチュンチョンを結ぶキョンチュン線急行列車、ITX キョンチュンだ。キョンチュン線はかつて非電化のローカル線で、客車の無群破防が走っていたが、2010年に複線化、電化が完了し、通勤型電車で運行される電鉄線となった。韓国初の2階建て電車、ITX キョンチュンはキョンチュン線の速達化を目的として2012年に運行を開始した。キョンチュン線の一般列車は3本駅か、ソウルの東側のターミナルであるチョンニャンニ駅が終点だが、ITX キョンチュンはチョンニャンニ駅からキョンイチュンアン線を経由してヨンサンまで乗り入れるぜ。普通列車よりも都心に乗り入れるんだね。早速、始発駅のヨンサンに行ってみよう。ヨンサン駅はソウル駅から1号線で2駅隣に位置する。KTX の一部が停車するほか、在来線列車の始発駅ともなっているターミナル駅だ。1号線のホームからは北側の引き込み線に入る ITX キョンチュンを見ることができる。ITX キョンチュン専用形式の36万8000系はヒュンダイロテム製で、2011年に8編成が導入された。36万8000系は8両編成で、中間の2両が2階建てだぜ。ステンレス製の2階建て車両が編成の中に2両挟まっている様子はどことなく JR 東日本などのグリーン車と似ているね。そうだな。並べてみてみると、ドア位置や室外機、車体断面の傾斜の位置などが違うのだが、パッと見た印象はかなり似ているぜ。日本のグリーン車は2階窓が曲線ガラスで1階窓が平面ガラスなのに対して、ITX キョンチュンは逆になっているんだね。内装については後で詳しく見ていくが、ITX キョンチュンは全車両座席指定で、2階建て車両も平屋車両も同じ料金で乗れるぜ。2階建て車両は爽やかな緑系の模様がついている。ITX キョンチュンはこういう電車なので、車両間に新幹線のような高圧送電線があるぜ。屋根上の雰囲気は日本の2階建て車両と似ていないね。先頭車両はライトが縦に並んだ優先形で、通勤型よりも速そうな見た目だ。実際、速度は在来線列車の中ではかなり速く、時速140キロほど出る。チョンニャンに、チュンチョン間は普通列車で1時間40分かかるのに対し、ITX キョンチュンなら1時間5分で着く。43、チュンチョン間は1時間19分だぜ。ソウルからチュンチョンまで、余裕で日帰りできるね。ITX キョンチュンという列車名の ITX はコレイルの在来線特急ブランド、インターシティトレインエクスプレスの略だ。チョンチュンはチョンニャンニのチョンとチュンチョンのチュン、そして文字通りの青春のダブルミーニングだぜ。早速 ITX キョンチュンに乗ってチュンチョンまで出かけてみよう。ITX キョンチュンはコレイルの運行する列車の中では珍しい特徴がある。それは、都市間列車なのに電鉄線と同じホームに停車するという点だ。日本では同じホームから短距離長距離列車が発着するのは普通だけど、韓国では珍しいのかな？珍しいぜ。まず、韓国の電鉄線と都市間列車は運賃体系が別だ。列車の乗り方も異なり、電鉄線に乗車するには IC カードで改札を通る必要があるのに対して、都市間列車は信用乗車方式で列車乗車前の改札がない。そのため、改札ありなしの乗客が混じらないよう、同じ線路を走る場合でもホームは区別されているのが普通だ。そもそも、電鉄線は JR などと同じ高いホーム、都市間列車は欧州によくある低いホームなので車両の設計も違うんだぜ。電鉄線と都市間列車が両方乗り入れる駅でも発着するホームは別なんだね。しかし、ITX キョンチュンが走行するキョンイチュンアン線やキョンチュン線はいずれも完全な電鉄線で、駅には通勤電車用の高いホームしかない。そのため、ITX キョンチュンは他の都市間列車とは違いドアにステップがなく、高いホームにのみ対応している。さらに、電鉄線のホームは全駅にホームドアが設置されているので、36万8000系は4ドアの電鉄線車両とドア位置が合うように設計されているんだぜ。確かに、他の在来線列車は車両の端にドアがあるけど、ITX キョンチュンはドア位置が車両中央に寄っているね。その通り。36万8000系は電鉄線車両をベースに歯車比などを調整して開発した形式で、ITX セマウルやマウムといった他の準高速車両とは違った雰囲気の車両だ。ITX キョンチュンは韓国では珍しい、電鉄線仕様の準高速車両なんだぜ。ITX キョンチュンが電鉄線ホームに対応した車両だということは分かったけど、電鉄線と都市間列車は運賃体系が違うという問題は残ったままだよね。ITX キョンチュンは電鉄線とは別の運賃体系なのに、乗るためには電鉄線の改札を通らないといけないのかな？そうだぜ。ITX キョンチュンの乗車券には QR コードがついており、これをかざして電鉄線の改札を通ることができる。もし IC カードで入場したまま ITX キョンチュンで移動すると電鉄線の運賃も余計に取られてしまうので、
ITX チョンチュンが発車するホームには電鉄線との乗り換え用の IC カードリーダーが設置されているぜ。改札を出ることなく、電鉄線との乗り換えができるんだね。早速、43のキョンイチュンアン線ホームから ITX チョンチュンに乗り込もう。車内の様子を紹介するぜ。まずは2階建て車両の4号車と5号車。平屋のデッキ部分にはロングシートが設置されている。この座席は折りたたみ可能らしいが、常時展開されているぜ。この部分は普通の通勤電車と変わらない内装だね。曇りガラスの自動ドアを開けると階段スペースが現れる。1階と2階に繋がる階段が螺旋階段のように配置されているぜ。階段周りは JR 東日本のグリーン車と同じ構造だね。2階に上がってみよう。2階の床は黄色の花柄で明るい雰囲気だ。日本の2階建てグリーン車に比べて天井が高く、窮屈さはない。座席は青色のシンプルなデザイン。リクライニング機能があり、方向転換も可能だ。ただし、通常の車両と違って網棚がないので、代わりに、階段の横に荷物棚が設置されているぜ。壁に出っ張りがあるデッドスペースを有効活用しているみたいだね。次は1階に降りてみよう。1階は床が砂利、天井が水面の模様になっていて、まるで清流の水中にいるかのようだ。1階も天井が高い広々とした空間だ。座席のデザインや配置は2階と同じだね。次は隣の平屋車両を見てみよう。座席は2階建て車両と同じだが、床の模様が違い、網棚がある。平屋車両にもドア横のデッキスペースがあり、折りたたみ座席が設置されている。吊り革もついているのでまるで通勤電車のようだ。瓦屋根のようなラッピングが貼られているのが面白いね。先頭車ではこのデッキスペースが自転車置き場になっているぜ。自転車も持ち込めるんだね。先頭車にはドアをホームドア位置に合わせて設置した関係で3列だけの小さい区画があるぜ。これも ITX チョンチュンならではの構造だね。今回、43からチュンチョンまで ITX チョンチュンに乗車したので、1階席からの車窓をお届けするぜ。この列車は ITX チョンチュン2083号だ。停車駅はチョンニャンに、チョンピョン、ガピョン、ナムチュンチョン、チュンチョンの5駅。終点のチュンチョンまでの所要時間は1時間16分だ。ITX チョンチュンの途中停車駅は列車によって多少違い、所要時間も1時間13分から23分と幅があるぜ。無群砂防のような千鳥停車が行われているんだね。43を出た列車はキョンイチュンアン線を走行。次々に駅を通過していく。キョンイチュンアン線は43を経由してキョンイ線とチュンアン線を直通運転する湘南新宿ラインのような雰囲気の路線で、8両編成の通勤電車がおよそ10分おきに走っているぜ。43を出発55分、列車はソウルの東の玄関口、チョンニャンニに到着した。チョンニャンニ駅ではチュンアン線方面の各列車、1号線、スインプンダン線などに乗り換え可能で、ITX チョンチュンの全列車が停車する。チョンニャンニ駅を出発後は1号線、チュンアン線と離れ、キョンチュン線に入っていくぜ。この辺りは防音壁が続いていて風景を楽しむのには向かないね。キョンチュン線に入ると沿線は山間部ののどかな風景に変わる。キョンチュン線には20の駅があるが、ITX チョンチュンはその大半を通過する。普通列車の追い抜きも行うぜ。キョンチュン線の普通列車は仙北線っぽい塗装なんだね。この車両はキョンチュン線専用形式の36万、1000系だ。普通列車はおよそ20分に1本運行されているぜ。ITX チョンチュンは時速130キロ以上で山間部を駆け抜けていく。車窓からは風光明媚な山々を見ることができるぜ。せっかくなら2階席で景色を楽しみたいね。そうだな。しかし、ITX チョンチュンの2階席を予約するのは結構難しいのだ。ITX チョンチュンの座席はコレイルトークで予約できるが、日本語や英語の設定では2階席を選択することができない。韓国語の設定なら座席タイプから2階席を選択することができるのだが、この場合予約時に韓国の携帯電話番号が要求されるので外国人が購入まで進むのは難しい。残る方法は現地の券売機で韓国語設定のまま2階席を選択するというものだが、2階席は人気で土日を中心にほぼ満席なのだ。どうしても2階席に乗りたい場合は早朝深夜の便や区間利用などで発見すると良いぜ。ソウルを30分おきに発着している列車の座席予約がこんなに難しいとは、驚きだね。2階席にこだわらなければ、日本語設定のコレイルトークで簡単に予約できるぜ。ちなみに、ITX チョンチュンは通勤利用も考慮されているため切符の種類が多い。通常の座席指定切符以外に、5% 割引の自由席切符と 15% 割引の立ち乗り切符がある。ITX チョンチュンは土日は全車両が指定席だが、平日には4、5号車の1階が自由席となり、割安な自由席切符で乗車できるぜ。自由席切符は平日限定の通勤利用向け切符なんだね。さらに安い立ち乗り切符の場合はデッキのロングシートなどで過ごすことになる。立ち乗り切符は平日も土日も販売されているぜ。指定席が満席でも駅に行けば列車に乗ることはできるんだね。
43を出発してから1時間12分、突如車窓に高層ビル群が現れ、列車はナムチュンチョンに到着した。ナムチュンチョンは終点のチュンチョンより市街地に近く、乗降客が多いぜ。ナムチュンチョンで大半の乗客が降りて車内がガラガラになったね。チュンチョン市の人口は25万人ほど。中心部は高層マンションが立ち並ぶ都会的な街並みだぜ。ナムチュンチョンを出てすぐ、列車は終点のチュンチョンに到着した。韓国で唯一の2階建て車両、なかなか良い乗り心地だったね。ITX チョンチュンは新しい車両だし、2階席も人気のようだから、今後も末永く活躍するんじゃないかな。実は、2030年頃をめどに GTX、B がキョンチュン線に乗り入れるようになると線路容量の関係で ITX チョンチュンは本数削減や廃止の可能性があると言われているんだぜ。GTX といえば大深度地下を走行する高速通勤路線だよね。GTX は ABC の3路線が計画されており、GTX、A はすでに開業している。GTX、B はインチョン方面から43、チョンニャンニを経由してマソクなどでキョンチュン線に接続する路線で、マソクでキョンチュン線に直通させる計画がある。その場合、GTX に置き換わる形で ITX チョンチュンの運行が縮小すると言われているんだぜ。GTX のキョンチュン線乗り入れについてはまだ決まっていないことが多いけど、そもそも韓国は鉄道車両の寿命が短いから、早めに乗っておいた方がいいね。今回の動画はここまで。ITX チョンチュンは本数が多くてソウルからでも気軽に乗れるから、韓国の鉄道旅ではぜひ乗ってみてほしいぜ。ご意見ご感想お待ちしております。高評価とチャンネル登録もよろしくね。それでは、ご視聴ありがとうございました。